腕肩の脂肪吸引と額込みからの脂肪注入の半年の経過ですね。聞いていこうと思うんですけど、そもそもなんでやろうと思ったら？やろうと思ったのは、結構ダイエットしても眠の腕だけ落ちなくて、もうブヨブヨした感じが嫌だったり、カリカリの方にしたくなりました。どうですか、この半年経ってビフォーアフター。だいぶ細くなりますね。自分で見て、あと見る感じで満足してます。脂肪注入もやってるんですけど、そっちはどうですか？こっちも結構、なんか思ったより残ってくれて、定着してくれたんで満足。今ね、額にちょっとニキビができやすくなったっていうので、毛母細胞っていうのがあるんですけど、頭皮の一番奥にあるんですけど、ちょっとそれを刺激しちゃうとニキビできたり毛が生えてきたりとかすることあるんですけど、脂肪注入でも確かに原理的にはなるかもしれないですけど、ちょっとニキビできたのは初めてなので、ちょっと関係あるかどうかがちょっと定かじゃないですけど、もしかしたら関係あるかもしれないので、ちょっとベビーオゲルを僕はお勧めしてるんで、見てもらったらいいかなと思いますね。結構遠いですけど、こっちで受けようと思った理由はあるんですか？症例ですね、一番は。もともとちょっとダイエット苦手な方を細くするっていうよりかは、もともと細い方をさらにこう綺麗なデザインするみたいな症例が多くて、それで自分に合ってるかなと思って。来てくれたんです。自分に合ったところで受けてもらったらいいかなと思うんですけど、ちょっと遠いのがあれだと思うので、ダウンタイムの経過とかね、そういうのは不安だと思います。結構遠方から来てくれる人も多いので、そういうところは参考にしてもらったらいいかなと思いますね。前日終わったらすぐ帰られたんですか？一泊して帰りますね。ぶっちゃけ一泊しなくても大丈夫？正直行きだと思いました。2時ぐらいだったら、さすがにね、お腹と布団やって、東京とかやると、一泊してもらうと安心かなとは思うけど、当日やって当日帰られる方もいるんですけど、飛行機とか乗るんだったらね、二の手だけだとそんなに気にしなくていいかなと思いますけどね。ダウンタイムの経過とかもなんとなく覚えてます。生活しづらかった感じはありますね。そうですよね。痛いですもんね。痛かったですね。腕上がりにくかったり。4日後ぐらいに仕事に復帰したんで、だいぶ作業がしんどくなったのと、あと顔の内出血が結構出たんで、なるほど、そうですよね。眼帯貼っていったりしてました。ちょっと額入れると結構目の方に落ちてくるんですよね。結構もう腫れました？結構そうですね、パンパンには腫れましたね。そうですね。周りからバレますよね。はい。吸引したものをお顔に入れるの結構おすすめではあるんですけど、ダウンタイムちょっと強く入れるっていうのと、例えばヒアルロン酸と脂肪だと脂肪の方が圧倒的に量を多く入れるので、やっぱり内出血の原因にはなるので、どれぐらいで収まりました？ 2 週間以内ですよね。2週間経ったらだいぶ、コンシーラーで隠せるぐらいには。そうですよね。1週間ぐらいで多分、そんなに気にならないにはなれたと思います。そうですね。2、3日とかピークですよね。そうですね。っていうのがあるので、そういうのも含めて聞いてもらったらいいかなと思いますね。硬い感じどうでした？突っ張る感じとか、伸ばした時に突っ張る感じとかはあったし、でも若干まだ残ってる。引きずれる感じですね。ありますね。そうですね。データにするとちょっとね、ピンとなる感じはあると思うので、そこちょっと伸ばしてもらったらいいかなと思いますけど、硬さはもうでも、多分大丈夫だと思いますけどね。どっちかこれに硬いですけどね。そうですね。そうね。左が若干硬いのか。ちょっとそこだけ、もうちょっと伸ばしてもらって、ここら辺ちょっと若干硬いのか。長い、ここね、肘のちょっとここ長いんですよね、長い人。だから、ちょっとそこだけマッサージとか、まだちょっとやってもらったらいいかなと思います。大体半年で経過終わるんですけど、稀にちょっと長い人いるので、なんでそのダウンタイム早く終わらせた方が安心すると思うので、できるだけ運動とマッサージとかそういうのが、腫れない出血引いたらやってもらったらいいかなと思いますね。ちょっと傷跡見ていいですか？傷跡が今こんな感じですね。ちょっとまだ赤いかなと思うんで。こっちは多分1年ぐらいで収まってくるかなと思いますけど。ここ。あと右か。あれですね、左のここがちょっと赤いですね。そう。ここがちょっと赤いのが気になるんですけど、でも腫れてはないんで、徐々に落ち着いてくると思うんで、これぐらいだったら、1年経てばかなり気にはならないと思うんですけど、やっぱりちょっとよく見ると残るというのがネックかなと思います。で、たまに盛り上がる人だと思うので、これぐらいだったら全然綺麗になるかなと。あんまり気にしなくていいかなと思います。あとは、気になったのは、ちょっとわかんないかもしれないですけど、ここ結構スラッとなって、若干左の方がちょっとここ盛り上がってるんですよ。これで、左利きですもんね。左利きです。スポーツなんかやってました？ダメだね。でもこっちで使うことが多いですからね。
基本そうですね。人の体と左右非対称なんですよ。完全には一致しないので。僕も左利きで腕は左の方が太いんですけど、ここの筋肉の盛り上がりが左の方が若干、見たら多分左右差ちょっとあると思うんですよ、こういう時に。で、脂肪は結構もう同じぐらいにとってるんで、そうなった時に若干、腕の太さ気になる時は結構筋肉の盛り上がりになって、左右差がちょっと出る時あるんで、あれだったら全然、そんなに気にならない。気にしてなかった。ストーンってやってるので、若干ここだけ、この三頭筋のところが盛り上がってる感じで、多分左のところ、利き手がだから使ってると思うんですけど、ここはちょっと盛り上がってる感じあるんで、本当に気になる人はボトックスとか打ってもいいかなと。そこまで気にしなくてもいいかなと思うんですけど、よりこだわる場合はそこをちょっと検討してもいいかなと思いますね。右利きの人が多いんで、右の方が太いって言うんですね。筋肉がしてもやっぱり右の方が強めに出てるっていうのが多い。そういう人はボトックスでちょっとこっちを使わないようにしてあげるっていうのを解消してあげたらいいかなと思います。なので気になるんですよね。そうですね、そんなに気にしてなかったです。はい、言われて、みたいな感じだと思うんで、そんなには気にしなくていいとは思うんですけどね。これから受ける人、ワンポイントアドバイス、これは知っといたらよかったかなみたいなのありますか？思ったより生活しづらくなった覚悟はいるかもしれない。あ、そうか。ちなみに何系のお職業？医療系の仕事。医療系か。医療系。でこうパソコンカタカタとかではないんで、ちょこちょここう。なるほど。医療器具を渡すとか。検査技師。ああ、そうなんですね。じゃあ採血とかでやる？ああ、そうですね。採血したりもエコーやったり。ああ、確かにエコーが大変ですね。エコー大変でしたね。ちょこちょこ動く仕事の人とかは。そうですよね。そうですね。腕を動かす人はちょっと大変ですもんね。ちょっと覚悟も、いけるんですけど、みたいな感じでね。この動作だったらいきますよね。こうやると。これが結構しんどかったですね。だからこの三角筋とかを使ったりする運動が結構きついと思うんで、この肘を固定してやる分にはちょっと痛いですけど、大丈夫だと思うんですけど、そういうところも含めて、ちょっと腕使う職業の方とか慎重に、1週間ぐらいはちょっと大変だと思うので、そこは気をつけてやった方がいいかなと思いますね。ほぼ大丈夫ですけど、ちょっとここだけ結果見てもらって、あと膝ですね。はい。ここ1年ぐらい見てもらって、なんかしんどいだけでいいかなと思います。